日本は安全じゃない。毎日感じる危険とその理由。おはようございます。こんにちは、こんばんは。リアの日本語ポッドキャストへようこそ。東京生まれ東京育ちの私が標準語でお届けします。さて、皆さんは日本といえば安全な国っていうイメージを持ってるかもしれません。財布やスマホを落としても戻ってくることが多いし、治安がいいって言われてますよね。銃社会でもないですしね。でも実は全然安全じゃないんですよ。そんな一面があります。私が毎日外を出るたびに感じている危険、何だと思いますか？それは自転車です。日本では自転車に乗る人が本当に多いんですよ。例えば今日は強風で電動のママチャリが目の前で倒れました。電動ママチャリって前後に子供を乗せられるようにカスタマイズされたりしてて、余計な装備がついてるのもあって重心が高くて不安定なんですよ。一般的な電動アシスト自転車は25から30キロぐらいですけど、もしその重たいママチャリが子供やお年寄りに倒れてきたらどうなります？めっちゃ危ないでしょ。それから電動に限らないけれど、ママチャリ運転してる人って毎日忙しいからか子供を2人も乗せて速度を上げてビュンビュン走ることも多いです。なんか自分の自転車に乗せた子供にはしっかりヘルメットとかさせてる人が多いんですけど、道を歩いてる他人の子供やお年寄りのことは考えてるって話ですよ。自分の子供だけ安全確保して他人のこと考えないで、自転車専用レーンがあっても歩道を逆走したりしてる。そんな光景よく見ます。それからもちろんママチャリだけじゃありません。携帯見ながら自転車乗ってる人もいるし、夜電灯つけないで走ってたり、雨の日に傘さしながら走ってる人も結構見ます。人が多い商店街を自転車から降りないで人と人の間をすり抜けて走る自転車とかも。ちなみに私は家が駅から近くて自転車に普段乗る必要性があんまりなくってほぼ乗らないんですけど、でも今回試しに乗ってみましたよ。自転車検証するために。自転車に乗ると分かるんですけど、自転車って割と進路変更とか簡単にできるじゃないですか。車とバイクの免許両方持ってて、両方運転したことあるから分かるんですけど、車やバイクは簡単に進路変更もちろんできないし、法律違反するとすぐに捕まります。自転車も2024年の11月1日から道路交通法が改正されて取り締まりが強化されたんですけどね。自転車運転中にスマホを使うながら運転は禁止で罰則が強化されたり、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されるようになったり。でもまだ全然守ってない人がたくさんいるんですよね。正直自転車って車より身近にあるのでもっと危険だと感じますね。車は例えば歩道では歩いてる人が優先で、日本では比較的マナーよく歩いてる人を待ってくれたりします。でも自転車は歩いてる人が優先なのにマナー違反で、それでも偉そうにしてる人がたくさんいるから、しかも自転車のルールが細かくて多いからかわからない部分っていうのもやっぱり多くて、危険運転も注意さえできなかったりします。注意しても自転車って走り抜けて逃げられちゃいますからね。そういう面でもマナーを守らない人が減らないというところがあるのかもしれないです。実際警視庁が2024年3月に発表した報告書なんですけど、令和5年における交通事故の発生状況などについてというものでは、交通事故全体に占める自転車交通事故の件数比率が増加の傾向って結果が出てるんですよ。そんな状況で正直今は道を歩いてて進路を斜めに変えることさえ危険な状態です。
遠くからものすごいスピードで来た自転車がヒュンってすり抜けることがよくありますから、後ろを振り返ってよく見ないとぶつかっちゃいます。だから基本的には道はもうまっすぐ歩くように意識しないといけない感じです。ということで、ぜひ外国人観光客の方も気をつけてほしいです。銀座とか人があんまり住んでないであろう街中はあまり危険な感じがしないんですけど、最近観光客の方々も住宅街とかにポツンとある美味しいレストランとか、割と郊外の公園とかいらっしゃったりするじゃないですか。私の地元の近くでも外国の方はたくさん見ます。なので住宅街や郊外の公園とか訪れるときは特に自転車に気をつけてくださいね。本当に危険なんで。はい、ではではリアの日本語ポッドキャスト、今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。